鉛筆グリグリはうまくならないっていうね話をしたいと思います。グリグリする人の癖ってね、なんとなくわかるんですよ。自分でわかんないものを描いてんですよ。描きたい絵のイメージだよねが、固まってない状態で見切り発車でとりあえず描いてる状態なんですよ。そうするとグリグリします。ゼロから描かないといけないと思ってる人が多いような気がします。要するに目的地が決まってないけどとりあえず歩き出したみたいな感じですよ。そりゃあうまくならないですよ。だってそもそも目的地ゴールがねないので、はっきりしてないので、そういう人がねまずやるべきことってまずね資料集めだったりとか、自分が描きたいイメージに近い参考を、ちゃんと選ぶっていうことです。いろんなね上手い人を知ってて、それを、自分が再現したいというのがですね、これねほんとねもう基本中の基本なんですよ。上手い人を知らないのに上手い人になれないんですよね。人って、知ってるものにしかなれないっていうのかな。あの人みたいに描けるようになりたいなって思いながら毎日描かないとその人のようにはならないので、うまくはならないと。だからなんとなく漫然とグリグリ描いてるんじゃなくて、あの人の絵みたいに描けるようになりたいと思って描いてほしいんです。そうするとね、おそらくグリグリしなくなると思います。よくあるのが模写してるのにグリグリしちゃう人もうあれうまくなんないんですよ。見てないんですもん、その人だってそう対象物見てないんですもん。見てる時間より描いてる時間長いんですよ。これ皆さん模写だったり参考元をね、使う時にどうするかっていうと、今だったらデジタル作画だったらもうね下敷きにしましょう。下敷きにしたはいいが、そのまま当然ですけど使えないです。そのいわゆるキャラクターと自分って等身違うじゃないですか。そのままのシルエットを使おうとすると間違えちゃうんで、一回抽象的な形に置き換えるのね。結局自分の絵になっちゃう人は観察が足りないとしか言いようがないし、だからねいつも自分の絵を描いちゃうっていうのは、いやこれやっぱうまくなんないんですよね。これとこれあなたの絵なんですかっていうぐらいちょっと揺さぶりをかけてほしいんですよ。でこれなんか気づいたら自分の絵になるって何かっていうと、自分の描きやすい絵にしてるんですよ。これ自分の描きやすい絵に変換しちゃうの。グリグリって何かっていうと、自分の絵に変換してる時間なのね。なんで僕がそのグリグリはうまくならないってね断言できるかっていうと、自分の絵に変換しちゃうからです。自分の絵に変換してるからいつもの自分の絵になるからうまくならないんです。グリグリしてる間に他人の絵とか他人のうまい技術とかはどっかに行っちゃうんですよ。気づいたら自分の絵になってるんですよ。だから半年前も1年前も3年前も5年前も今日も変わらずいつもの同じ絵になるんです。あるいはちょっとずつは上手くなってるかもしれないけど非常に成長率が遅い描き方にね未来はないです。自分変換を入れちゃってる時点で他人からの、うまい形をインストールするってことを最初から自分から拒否してんのと同じなんですよ。なのでもう目の前にあるものをなるべくそのまま見たまんまあるがままに自分の指先で再現することだけに集中しなきゃいけないのね。それ結構脳みそに負荷っていうか負担が大きいんだよね。でもそのね見たものをただそのままに描くっていう癖を早いうちにつけないとまず上手くなることはないと思います。自分の絵ばっかり見てる人多くないですか？模写してる時にちゃんと資料見ながら何しながらやりました、だけど半年前、1年前と同じ絵ですっていう人はですね、見てるようで見てません。それ置いてるだけです。それ下敷きにしても下敷きにしただけでその絵の意図を汲み取ろうとか、それはどういう形になってるんだろうかっていういわゆるこれ対話ですね。うわーって好きなように喋って全然人の話聞かない人いるじゃないですか。僕ですけどそれと同じってことですよ。まずシルエットから決めるんですよ、絵って。例えばですけどこの辺り難しくないですか？この腰の辺り足の辺りめっちゃ難しくない？描けないところって結構決まってない？みんな描けない部分って今の辺りでしょ、腰とかでしょ。前屈した時の腰回りまずみんな絶望しませんでああいうの描く時にまずシルエットから取るとどうなるかっていうと、まず第一ステップ比率は間違えないんですよ。角度は間違えないので、次問題なのがその内側の形だよね。
次になって初めてグリグリなんです。いやグリグリではないんですけど、例えば正中線とか断面線とかね、そういう立体線っていうのを補助線を加えていくって意味ではちょっとグリグリに近い感覚だと思う。どっちかというと。だから皆さんなんとなく形取る時にグリグリしちゃダメなんだよ。立体感を染み込ませるために描くんだったらわかるよ。この厚み感を自分で把握するためにグリグリするならまだわかる。最初にグリグリしたら終わりです。これ何かっていうとね、よくできてる映画だったりトークっていうのはですね、まず最初に何なのかっていうのがわかるよね。ジャンルがわかるし見やすいし。で出来が悪いのは何かっていうと、なんかその人の思い込みが強くてこっちに伝わんないみたいな表現。まずパッと見て何してるかわかんないんですよ。それ最初にグリグリ書いちゃうと、これ何かっていうと、最初からね自分の書きたい多分ね細部ばかりに意識がいってんじゃないかなと思う。例えば可愛い目とかサラサラの髪の毛とか、なんかおっぱいとかお尻とか、そういうなんか書きたいものにいきなり行くんですよ。それはわかるけど、でもそれを見せるためにはどういうシルエットにしたらそれをより最適に見せられるかとか、どの角度どのアングルにしたらそれがよく見えるのかは置いといて、ただもう自分の見たいものっていうものをただガッて書いていくみたいな風になっていくと、非常に整理されてない会話みたいになっちゃうんですよ。まず自分の言いたいことだけババババって言って、でそれはどういう話なんですかわかんないっすみたいな感じになっちゃうんですよ。なので分かりやすくね絵を描くっていうのはね難しいですね。これがイラストレーター漫画家さん、これからね絵上手くなりたいって人だったら、参考の絵を見てる時間がの方が目の前の絵を見てる時間より長くないと上手くならないって話に今度なるんですよ。ね、だインストールしてないってことなんですよ。なのでじっとりと目の前の絵を見ても上手くならないです。そういう風に描く、訓練を早いうちにつけてください。それ以外上手くなる方法はないです。慣れです。もちろん最初ね絵を描き始めの頃は楽しくね描けばいいから好きなようにやればいいんですけど、その好きなようにやればいいっていうその初心者の時の脳みその使い方のままではその後上手くならないんだよね。その形の取り方、そのものの捉え方ではすぐに限界がきます。僕が常々ずっと思ってるのは何かというと、どうしたら楽してうまく描けんだろう。僕それしか考えてないですよ正直。で楽してうまく描く方法っていうのはもう一択なの。単純なシルエットに置き換えるしかないんですよ。よくほら計算式で言いません 657×987 難しくないですか。これ657を650ってしちまおうぜと987ね1000でいいよ。そしたら概算でさ 1000×650 でしょって約65万だよね大体。大まかな数字に置き換えてから計算したよね。それと同じことをやるんです。絵も単純な形に置き換えるんです。その端数は後で微調整すればいいんです。線1本分2本分の差ですよそんなの。そう大体こんなもん。端数の数字ばっかり気になっちゃって一桁の部分ばっかり気になっちゃって、一番大きい桁間違ってるみたいなもんなんですよ。まず大きな比率間違えてたりする人、これはね致命傷です。なるべく大きい桁で考えるってこと。それでいうと大まかな、比率、大まかな、体の角度を絶対間違えない。そこは絶対死守するんだっていうふうに決めるんです。単純な、図形に置き換えることによって自分でゼロから描くときに描きやすくなるんですよ。だから模写とかデッサンとかいっぱいしてんだけど全然自分の絵に反映されないんですって人、細部見すぎ。脳みそにね負荷がねすごくでかくなるんですよこれ。細かい端数を覚えるのは無理っていうことですね。